ごめんなさい、こんばんは。マイクが入ってませんでした。バカみたい。またやってしまいました。こんばんは。今日は、サイパンの天気はこれ、今映ってる映像ですね。天気いいです。廃墟に行ってこいって言われたので、ちょっと廃墟に行ってきました。いろいろね、ちょこっと北の方に行ってきたんですけど、この辺の、画像はあんまり期待しないでください。でも今日はちょっといい話も普通に、いつもねサイパンのいいことあんまり言ってないからね、いいことが出てこないだけなんだけど、今日はいいんじゃないかなっていうこともあったんで、それも入ってます。ここなんかアクアリゾートに向かう方、北の方に行く途中になんかホテルみたいなの建設されてるのね。ホテルなのかなこれ。でも働いてる人、工事現場に人はいなかったんで、どうなのか進んでるのかは分かんない状態です、ちょっと見てくれてる人いるんで嬉しいけど、ちょっとなんで私のアカウントで入るのやめてよ。そういうことしないで。ちょっとね、今日こんばんはってうちのちょっとやってる人がいまして、鳥のシルバーでこんばんはって言われても嬉しくもなんともないんですけど、見てる人いたらチャットしてください。ここはね、ケンジントンホテル、やっぱり豪華ですよね。ケンジントンホテルの豪華の目の前にこの廃墟があって、マジでちょっとどういう感じなんだろうね、ここね。ケンジントンホテルもここを森にするか新しくするかってしたいと思うんだけど、ここの入り口のとこにも車止まってたんだけど、ラフィエスタって書いてあるけど、ラフィエスタ、これはちょっと画像が早いな。プルメリアホテルになっちゃった。そして廃墟のシーンが終わっちゃったな。なんか廃墟のシーンが終わっちゃってちょっとごめんなさい。廃墟のシーンが終わっちゃったな。アクアリゾートにね行ってきました。これちょっとこのやつの音を出しておかないと、今日はねゲストさんっていうかツーリストの人とお話ししたんで、その人とのお話も聞けたので、行ってみましょうって感じで、このね木、アクアリゾートのこれ前カジキだったんだけど、これイルカだよね。私はずっと昔からこれ2匹のイルカが立ってるんだと思ってたんですよ。2匹のイルカがここにいてと思ってたら、カジキだよって視聴者の方が教えてくれて、カジキなんだと思っていたら、今日はイルカだったんだよね。1匹絶対イルカだよね。これイルカだと思うんですよ。いつ来ても
アクアリゾートは綺麗ですよね。いいなって。やっぱリゾート、この間行ったあそこもなんだっけ、ガラパンのクラウンプラザももうすごい綺麗だけど、まああそことはちょっと違う感じの。アクアはもう老舗で、こうコテージ風のちょこちょこっとした、南国の雰囲気が味わえるところなんですよね。すごいいい感じで、私は大好きなんですけどね、ここね。ブーゲンビリアが咲き乱れてましたね。ちょっと待ってください。水持ってくの忘れちゃったな。今このファイルが送れないのと、もう一本ファイルをパソコンに送ってるんですけど、送れなくて、ちょっとなぜ送れないのか。今日作った動画もう一本あるんですけど、それが送れなくて遅れちゃったんですけど、時間が遅れちゃったんですけど、もう一個動画を作っていたんですけど、ちょっと廃墟のとこ早すぎたね。もう一回廃墟も見たいけど、とにかくアクアリゾートは綺麗っていうか美しいっていう感じかな。このね、なんかちょっとプールサイドになんかあったんだけど、なんかこう置いてあったんで見てみたら、特別席みたいな感じでレンタルシートになってて、いやー、レンタルシートなんてあるんだと思ってちょっとびっくりしましたね。誰かこれは借りるのかな中国の人とか韓国の人はそういうのがかもしれないからね。海は昨日とか一昨日よりは穏やかにはなってたけど、まだちょっと寝てんのかなという感じでした。ウィンドサーフィンが練習、ここのビーチのとこのマリンスポーツのところのお友達が誰もいなくて、あれどこ行っちゃったのかなと思ったら、多分海の中にいるのがそうなんだと思って。あ、こんばんは、のばるさん。遅くなった。ありがとうございます。いつもウィンドサーフィン練習してるんですよね。なんか今日が初めてだったらしいんですけど、今日はこの、しもさんって言ったかな、音出てる。アクアにね、6日間も音出てます。これ携帯で確認。しもさん、6日間も滞在して、あれ音出てないの、音小さくしすぎちゃったな、動画の音。ダメだなこれ。
なんかサイパンに来るのが5年ぶりだったらしいんですよ、コロナの影響で。それで6日間もアクアに滞在してるんですって。家族4人かな、奥様とウィンドサーフィンをしてらっしゃる。これ音出てないよね、聞こえないよね。ちょっと動画の音とかでダメだダメだ、携帯で確認したら動画のちょっと音出てないよね。携帯で確認したら動画の音出てないわ。これ困ったな。困った。東京からいらしてる日本人の方で、じゃあ好きなのは家族4人でアクアリゾート。ちょっとそれは6日間もすごいことだと思うんですよ。動画の音が出てない。ちょっと失敗したな。動画もう一回入れ直さないとダメなのかな、これ。マジ？一番大きくしてもこれでどう？大きくするのこうだよね。ダメだ、音を小さくしすぎちゃった。動画の音。お子さんが大学入試が決まってなんかそれのお祝いみたいな感じで来たらしいんですけど、また泊まってるのがアクアの6日間スイートですよ。ちょっと一番波打ち際のところの一番お高いお部屋ねえ、ちょっと4人家族でそんなところに1週間余裕がある人もいるんだなって、この世の中にはって感じですよね。今日はちょっとドルが安くなってるみたいだけど、そういう問題じゃなく、とにかくリラックスなんですって。いや、これ動画の音声がないのはちょっとめちゃくちゃ嫌なんだけど、下手くそすぎる。動画がいっぱい喋っていただいたんですよね。動画の音声がちょっとうるさいんじゃないかなと思って小さくしたんですけど、小さくなりすぎちゃってる。何も聞こえないよね、これ。困ったな。あまり外には行かないらしくて、とにかくアクアで満喫するっていう感じで、コロナ禍にはやっぱ海外に行くのが世間体もあるしっていう感じで、あまりサイパンに全然来れなくなっちゃってて、沖縄に行ってたって言ってましたね。でサイパンは5年ぶりで、デューティーフリーでやっぱりお買い物、前はね5大ブランドがあったからお買い物結構してたみたいなんですけど、でなくなっちゃったからって言いながらもまたバッグは買ってたらしいですね。バッグやなんかをいろいろ買ってたらしいですけど、ないならないなりにっていう状態で買ってた、お買い物なさってたって言ってましたね。あとはなんかダイビング、ダイビングをやってるって言ってましたね。エイの出るスポットにいるだろう、エイがいるだろう的なところに行ってきたって言ってましたね。でも1匹しかいなかったのと、でも毎日なんかカメとか何かとは遭遇してたらしいので、いいダイビングをしてたみたいですね。もうちょっと動画が
音声が出てないのがショックだ。この後もちょっとゲストさんが出てくれるのにショックだな。日本人の観光客の人と会ったのは久しぶりでしたね。これはこの後ろのヨットの荷物アーの会社の息子さんで、海に入るのかと思っていたらなんかプールの方行っちゃいましたね。どうですか、サイパン。みっちゃんです。みっちゃんもねお話してくれたんですけどね、これお話が全然動画の音声が出てないという大失敗、小さくしすぎちゃったという大失敗をしてしまったので、暇だけどサイパンはいいところだということを言ってくれてましたね。いやー、もう一回これ動画を上げ直さないとダメじゃないの。昨日だか今日だか雪でみっちゃんの動画のページも使っていいよって言われて、海の中のみっちゃんもサイパン全っていうYouTube チャンネルをやってるんですよ。なんか最近あんまりやってないみたいだけど、動画をコロナ禍に上げてたらしいですね。コロナ禍にやってたらしいんですけど、今は全くやってないみたいな感じで、でもそのページにすごい綺麗な海の荷物アーの海の写真があって、使っていいよって言ってくれたんで、今日入れようと思ったんですよ。ものすごい綺麗だったんで入れようと思ってるんだけど、いやこの OBS 初心者にはこの作業がわからない。人の YouTube のページを入れる、だからダウンロードが YouTube できるみたいなんで、ダウンロードして流したいなと思ってたんだけど間に合わなくて、もう一回明日ちょっとトライしようかなとか思ってるんですけど、いやもう慣れないことはちょっと本当に困るね。うわまた消えちゃったし、待てガラパンの映像は今日はいいよね。廃墟にとにかく撮りに行ったんですよ。もしよかったらねコメントとかくれると嬉しいんですけど、いやあと今日の昨日のトランプさんでしたっけ、一昨日がもう4日だよね。トランプさんが関税を中国とカナダとにかけて、あれどうするって感じですよね。サイパンとか私とかみたいな庶民はかなり辛いことになるんじゃないかなって。中国も関税をアメリカにもかけたんで、行ってこいって言ったら行ってこいなんですけど、でも結局は物価が上がっちゃうんじゃないかな、もっと上がるんじゃないかなっていうのが、もうそれが心配、ね、今回、アメリカがね平等に扱われてないみたいな感じでトランプさんが怒って、結局中国と日本は車とかはね関税かかってないですけど、関税ってそうだなって思ったのが、昔バンコクとかに行ってた時にカローラがもう20年前ぐらいの話ですけど、カ
コーラが日本でその当時100万円したかしないかぐらいなのかな。それがバンコクで関税がかかって買えるのが600万円とか700万円ぐらいの時代だったんですよ。だから結局、ね、一般市民には関税はかけられればかけられるほど、ね、輸入品にかけられればかけられるほど一般市民はめちゃくちゃ辛くなってくるから、どうすんのかなって思うんですけどね。高い関税、メキシコとカナダですよね。メキシコとカナダが 25%、 今回で中国に 20% の関税だもんね。で中国は反撃してアメリカに 15% の関税かけますよって言ったけど、関税戦争としては、チャラに近いんだけど、結局は庶民は物価が上がっていくから、サイパンなんかこの状態でまた物価が上がったらまずやばいことになっていくんじゃないかなって。中国は結局アメリカの中国自体は関税をかけられてもかけてもあんまり痛い思いをしないんだよね。GDP がなんか下がったみたいだけど。こんばんは。深夜さんこんばんはです。いつもありがとうございます。ラフェスタ、今これです。映ってます。だけど怖くて中は入れなかったんですよ。ラフェスタね、でも車が入っていってたんですよね。あそこ入ると、今ちょうど映ってるこれ正面なんですけど、この正面の左側昔昨日深夜さんが言ってくれたソルト&ペッパーのところ、ちょうどここ森になっちゃってるんですけど、森のところに1号と1連目と2連目の間に道路があったんですけど、あの先なんかどっかに抜けられるのか知らないんだけど、そこに入っていった車があるんですよね。これプルメリアの廃墟だから、これ廃墟これだけで終わり怖くて入れなかったんですいません。結局リゾート気分を満喫しに海の方行っちゃいました。アクアリゾート行っちゃいました。綺麗なとこを見た方が目の保養にもなるから。ダメかなちょっとね、これアクアリゾートですね。やっぱ目の保養になりますよ。ノバルさん、短くてわからん。すいません。今度もうちょっと近寄って撮ってこようかな。なんか怖くて、昼間でも結構不気味で、さっき登場してくれたシモさんっていう方もおっしゃってたんですけど、なんか撮影とかに出てきそうな、やばい雰囲気だよねってみんなあれを見るとそう思いますよね。ケンジントンのあんな豪華なホテルの前にあんなもうやばいところがあるのはちょっとね、ほんと怖すぎるって感じで、
ほんと近寄れないんですよ。なんか左側のソルトペッパーのあったところはちょっと森になっちゃってて、ほんと不気味で昼間でも不気味だったからあんまり入れなかったな。プルメリアはアパートになってたのにね、廃墟になったんですよ。あ、そうなの？プルメリアアパートになってたの？あ、知らなかった。なんで深夜さんの方が知ってる。今日もその観光客の方とお会いして、その方も私より知ってた。なんかアクアリゾートホテルに泊まってて、アクアリゾートホテルが ARC っていうマークなんですって。でデューティーフリーの隣に ARC って同じマークがあるんだよねって言われて、何のこと言ってんだろうと思ったら、新しくできたビル、うちの元トニノスがあった場所に、トニノスじゃないよ、シーズ、うちの店があった場所に、コルマールとシーズがあった場所に、あそこに綺麗なビルができたんですけど、そのビルの名前だかなんだかが ARC ってマークが入ってるんですって。だからアクアリゾートの同じ系列なのかと思ってたんだよねっていう話をしてましたね。全く違うらしいんですけど、みんな私なんかよりいっぱいサイパンのこと知ってるよね。深夜さんは本当古いことから何でも知ってるもんね。プルメリアはアパートになってたの知らなかった。まあ重機が入ってたから何かやるのかなって感じですよね。新しく変わるのかなって。でもなんか工事現場があちこちにいっぱいあるんですけど、工事現場がね動いてる気配がないんですよね。人がいない、工事の人。それって何もね進まないんじゃないのみたいな状態で、これちょっと動画をずっとループっていうとこないのかな。ループしておくっていう、なんかあった気がするんだけどな、どっかに。なんか設定のとこでループするのが、設定のところか、ここじゃないのかな。もうこの画面になっちゃったらループはできないのかな。工事現場にだから人がいないんですよ。人が立ててる作業員がいないから、どこの工事現場も動いてない感じで、さっきプルメリアリゾートの一歩手前のところの工事現場もなんかホテルみたいな、なんかホテルっぽいようなものができるのかなって感じの雰囲気なんだけど、コルマールのコーヒーカップが一番でしたね。コルマールのコーヒーカップも知ってるの？すごいな。コルマールのコーヒーカップを知ってるのはすごいですね。これね、深夜さん。深夜さんじゃない、間違えた、ごめんなさい。しもさん。ね、いろいろお話ししてくれたのに動画の音出てないよね。もう本当にごめんなさい。動画の音の設定大失敗です。普通動画を作るときに同じ音量ぐらいに 10とか7ぐらいにしたんですよね。そしたらこれ出てない、全く出てないもんね。ちょっと大失敗です。つのさんすいません、もう一回やり直します。私動画削除しちゃったかな。もう全て携帯でなんか作ってるんですけど、でこの配信だけこのパソコンを
使ってるんですけど、全くよく YouTube の仕組みをまず分かってないからダメですね。しかし深夜さん、コルマールのコーヒーカップを知ってるっていうのはちょっとすごいですね。コルマールがなくなってもうどのくらい経つの？10年以上経つのかな。経つな。それも古いね。でも深夜さんやっぱり新しいところは知ってるのかな、深夜さんは。古いことはね、いろいろ知ってるんだけどね、新しいことの世間の情報がよく分かってないですね。今日もこのしもさんっていう方がダイビングされてるっていうところのショップになんか話が全然噛み合わなくて、その方が働いてたのがスーパーフィッシュっていうところでダイビングをずっとしてたんですって。でそこの人が、どこかに釣ったらしくて、その移ったところでダイビングをしてるらしいんですけど、移ったところの名前忘れちゃったな。ちょっと勉強不足すぎてダイビングショップが今いくつあるのかもわからないしね、そういうとこも勉強しなきゃダメですよね。韓国のダイビングショップとか中国のダイビングショップとかもあるのはあるし、そういうのも全部なんか取りに行ってみたら面白いかもしれないな。なんかね、ショップがダイビングショップって書いてあるショップがもちろんマサダイブはガラパンの中にあるんですけど、いやあるよね、あると思うんだけど、やってると思うんですよ、お店で。でもそういうのも今どこのダイビングショップがあるのかも全然よく分かってない。まゆきちゃんとこケンちゃんとこのライトハウスで今日お話に出たスーパーフィッシュスーパーフィッシュのなんとかさんっていう方が日本に帰られちゃって、そのもう一人いた方がどっかに移ったって言ってたから、スーパーフィッシュがあるの？いや、ないのかもしれない。もしかしたらまた間違いかもしれないからごめんなさい。まあ絶対あるって思ってるのは、絶対まだサイパンにいるのはケンちゃんもいるし、まゆきちゃんもいるし、韓国の人もいた。いやちょっと勉強不足だな、そういうのな。そういうのもちょっとまた回って撮ってきたいと思います。これ全然動画の音出てないよね。何度聞いたって出てないものは出てないんだよね。ダメだよね。日本から来てるツーリスト。なんか質問あったら言ってくださいね。しぼさん、日本人の観光客私見たの、外にあまりっていうかほぼほぼ出ないけど、出た時はこう見て回るんだけど、日本人の観光客の人本当全く見てなかったから、今日初めてお会いした時も日本人の方ですかって聞いたんですけど、そうだっていう、どっから見てもそうだろうって言われちゃったけど、本当に今わからないからね、韓国の人も中国の人も。昔は韓国の人とか黄色と青とか、黄色と青じゃない、黄色と赤とか、なんか突拍子もない組み合わせ、上も柄で下も柄みたいな、なんか結構奇抜なファッションの方が多かったんですけど、
今めちゃくちゃおしゃれだから区別つかなくなってきましたね。中国の人もそう、みんなおしゃれになってきちゃったから、中国も大国ですからね。全く分かんなくなってきたっていう感じ。サングラスなんかしてたらほぼほぼ分からなくなってきたっていう感じはありますね。ないですね。どこ見ても。もうなんかみっちゃんもお話ししてくれてるのにちょっとショックだな。特別出演今日は。もう動画の音をサイパンの魅力なんか入れられない。もうちょっともっと勉強しなきゃダメですね。なんか僕寒いみたいですね。もう一回ラフィエスタと、3度。廃墟ツアーと、もう一回みっちゃんツアーと、もう一回やり直します。で明日はちょっとダウンロードができたので、みっちゃんの動画を海の中とかも荷物ツアでも私あれーの動画とかも台風なの。出しながらまたあんまり裁判のいいこと言わないけど、怖かったんだけど。よかった。そういう話をしていけたらなと思ったりするんで、ちょっと待ってくださいね。すいません。荷物はどうすんだっけこれ。人気ですね。すいません、戻りました。アクアリゾート、アクアリゾートとかめちゃくちゃもう目の保養になるんですよね。どこ行っちゃった？あった。本当にリゾートっていう雰囲気がして、こじんまりしてるから余計なのかもしれないんですけど、こじんまり感がやっぱり韓国の人や中国の人がめちゃくちゃ来てた時期にもアクアリゾートだけは意外と日本人の人が多いのと、あと静かでやっぱリラックスには一番いいのかなっていう。大型じゃないからね、大型のホテルじゃないからああいうのを保てるんだと思うんですけど、リゾートなんかその分ね、お値段の方もめちゃくちゃ高いですからね。普通にガラパンの、ケンジントンと同じぐらいはするのかな。最近の値段がちょっと分かんないんだけど、多分結構いい値段しますね、バーリゾート。でも静かで本当にいいとこですよね。波の音と、さっきのしもさんがおっしゃってたんですけど、波の音と星を見ながらって、やっぱ都会の人は、私も一応東京育ちなんで、星にすごい星を見てリラックスするとかっていうのが結構自分の中ではあったんですけど、いや星見ましょうよとかってお客さんに結構言ったりしてたんですけど、サイパン来たら星見てくださいねって
結構言ってたんですけど、田舎の人は東京以外の人は意外と空見れば星が見えるらしいんですよね。深夜さんはどこの人なんだろうな、ノバルさんもどこの人なんだろうな、ちょっとわかんないですけど、意外と星が見れるらしくて、サイパンで見れる星の数はすごいんですけど、ビーチ市、ハワダイ市等のサイパン情報誌とかなくなったんですね。なくなったかもしれない。ハワダイはないですよね。サイパンの情報雑誌ビーチなんかないよね。ビーチプレスって言ったっけ。ビーチプレスはなんかあったよね、そういう情報誌。多分ない。よく空港とかに、あれ無料だったよね。無料雑誌ない、多分。昔は雑誌のそういうまたビーチプレスとかのビーチプレスだっけ、話になっちゃうと、働いてた方が殺されちゃったじゃないですか。日本人の方なんですけど、もう20年ぐらい経つのかな。その本を作ってたね、梅ちゃん、カグマンのトラックの荷台で亡くなってたっていう、お金目当てでね殺されちゃって、また良くない話してるじゃんねこれダメだね今日はいい話に持っていこうと思ったんだけど、ビーチプレスとかそういう古い本の話になっちゃうと、本を作ってた方の人を思い出しちゃうから、女性はねお金目当てで殺人犯がこの当時の、観光協会のマネージャーやってた人だよな。名前は知ってるんだけど、もしかしたら名前言っちゃよくないのかもしれないから名前は言わないでおくけど、観光協会の人がその日本人の女性を殺しちゃったんだよね。銀行のカードのピンコードを聞こうと思って、それが、犯行理由だったんだけど、そういうもうお堅い人と思えるよね、観光業界の人、しかもトップにいる人が、トップの方の人がそんなことするわけないっていう、日本人からしたらそんなこと絶対しないだろうって思うようなポジションの人がそういうことするわけだからね。あの時の金額で$3000って言ってたから、その引き落とされた金額がそれで殺されちゃうんだからね。だから気をつけてって思うよね。だからハイポジションの人でも危ないよって。で私はもう本当信用できないの。そういうこともあるし、ポリスにもう何回も殺されそうに命狙われ続けたからね。だから気をつけてって、いい人に見えるかもしれないよ、いい人に見えるかもしれないんだけど、そういうことがあるから気をつけてほしいなって思うわけ。だからまた悪い良くないような話になっちゃうから、多分深夜さんもうちょっと違うお話振ってくれると嬉しいなね。
20年ぐらい経つかな。そんな経たないかな。そんな経たないか。ここまではいかないな。2001年コルマールがまだあった時で、だから2003、4、5年ぐらい。20年ぐらい経ってるじゃん。いや、時って早いな。20年ぐらい経ってますね。多分。ギリ経ってるか経ってないか事件ですね。これは日本であんまり騒ぎにならなかったでしょ。サイパンで騒ぎになって、サイパンでじゃない、サイパンでそういう悪いことが起きても日本でね、あんまり騒がれないんですよ。私の事件もそうなんだけど、事件として取り扱ってもらってないから、私の場合は。で、姉妹が殺されちゃったっていう事件はね、結構日本でも騒がれてましたけど、そう、あんまりね、日本でニュースにならないからね、わかんないんだよね。気をつけてほしいなって絶対に思う。人種とかの問題じゃないからね、ただ単に人の問題だと思うから、その人自体がダメな人だったりするわけだから、見分けてほしいよね。深夜さん、デイズレストランのフライドライス食べたい。デイズレストランって、デイズレストラン、デイズレストラン、私ね、こんだけ長く住んでるんですけど、デイズレストラン行ったことないんですよ。入ったことない。そこのオーナーさんとかは知ってるんですけど、入ったことないんですよね、デイズレストラン。ミドルロードのとこですよね。昔からあるところ。入ったことないんだな。デイズレストラン。なんかね、行く機会がない。日本でいうファミレスみたいな感じなんでしょ。入ったこともないし、中覗いたこともないので、今度機会があったら覗きに行ってきます。10年こんだけ長く住んでても一回も入ったことない。全く行く機会ないんだよな。なんかジャンクフード的なところなんだよね、確か。ダメだ、本当にそういうとこも分かんない。じゃあどこが分かるんだって話なんだけど、昔からあんまり出歩いたりをそんなにしないんでよく分かんないんですよね。デイズレストラン、今度行ってみます。フライドライス、私が作る方が美味しいと思うけどね。いや、今どのくらいになってるのかな、為替は。いつ来たんですか？日曜から金曜、朝帰る。そんな長く、しかも赤止まってる。147円まで行ったんですね。47円まで行ったんじゃ、こんなとこまで行っちゃったんじゃ。深夜さん、姉妹殺人事件は日本のテレビニュースで高山潜水が取材受けてましたよ。まこちゃんが取材を受けてたの？サイパンで受けてたっていうことだよね。そうなんだ。まこちゃんも懐かしいですね。高山潜水さんが取材受けてたんだ。でもなんかそんなのが日本のニュースで流れてたんだね。
なんかあの時の話もいろんな話がね、ウィングビーチでボートが見つかったって、息子さんの手ボートで裏の話で他の話で言うと、大きなショッピングセンターのマネージャーは毎日、バンザイクリフの方にこう自転車を漕ぎに行くんですって。でその自転車を漕ぎに行っている時に車のバンっていう音が聞こえて、パッて見たら、トランクから何かを出して何かを捨てていたっていうのを見かけたっていう人もいるし、それがこの姉妹だったっていう証拠もないしね、あれなんだけど、でも結局はあの事件だって捜査を打ち切っちゃったわけだから、なんでかなってよくわからないね。寝るとあ、お酒を飲む。いい。そのまま寝る。突き詰めれば絶対犯人はいるわけだから、すごい贅沢だけどね。でもそれをどうして犯人を見つけようとしないのか。それが一わからない番の目的で、誰かがあ、誰も殺したわけでしょ。ウィンドサーフィンで。アクティブだわ。ウィングビーチから、ボートが流れてて、死体はあったんだっけ。もう全然忘れちゃった。どうだったんだっサイパンの魅力はやっぱ一番け。何もなかったんだよね。ウィングビーチに空のボートが浮いてたっていう話だよね。それで結末を迎えちゃったんだよね、確か。結局悪い話じゃん、深夜さん。よくない、怖いチャンネルになっちゃってるじゃん。もうちょっと明るい話に今日はしようと思ってたのに、身内ばっかりだから。そうそう、サイパンね、みんな身内だもんね。日本人、外国人、私たちみたいなエイリアンを除くとみんな身内に近いからね。あれ怖いよね、ほんと怖い。でそういう人じゃないとやっぱり権力を持てないっていう、サイパンで生まれた人じゃないとかな、まあ許可した人は知事とかになれないんだよね、確か。議員さんとかになれない？なれんのかな。なんかね、なんか身内がいないと確か絶対なれないんだよね。結局はだから身内の中でやってるから、商工会議所とかああいうエイリアンも入ったところがもっと政治の方に口出していくっていうか、意見を述べないと日本人ですかって日本人だろ。全くね、もう身内だけで、じゃあこういう風にした方がお金になるよねっていうことで終わっちゃうから。でも昔よりいいなと思ったのは、やっぱ海外でサイパンから出て大学に通っていろんな知識、世間のことを知って帰ってきて、政府の職に就いてるような人も結構今はいっぱいいるから、昔はあんまりいなかったもんね。そういうのはちょっと新しいね、こう風を入れてるんじゃないかなっては思うんだけど、どうかな。新しい風を入れてても今の状態だからあまりよろしくはないよね。もっと他の
国の人でも頑張ればこうトップになれるよっていうぐらいの。日本はどうだっけ？日本もそう、日本と同じだよね。日本も帰化しなきゃダメでしょ。だからサイパンは帰化したら大丈夫なのかどうですかサイパン。な。アメリカ国籍になってれば議員さんになれるのかな。どこ見て。いやいや、なれない気がする。みっちゃんとこさっき。もうとにかく身内ばっかりだと思う。もうだって私のことを狙った犯人の名前をサントスっていう人なんだよって言っても、名字だけじゃ分かんないって言われて名字だけじゃ分かんないって、その中にだけど何丁目町会のような人数しかいないんだから、その名字から全部探していけば絶対誰かに当たると思うんだけどね。簡単に探せると思うんだけど、新聞とか見てると殺人犯がちょっと怖かったんだけど。殺人犯もなんか、その逮捕した人の名前も同じ名字だったりするから混乱するよね、読んでて。どっちがどっちなんだかわからなくなる。同じ名字だったりすること多いから。この間刑務所に入ってた人がなんだっけな、その名前も忘れちゃったけど同じ名前だったんだよね。捕まえた人と、殺人犯の人が同じ名前で、新聞の羅列で読むともう全然なんか混乱して読みにくかったな。あれほんと身内だらけね。ダメだよ深夜さん、またそっちの話ばっかりになっちゃうじゃん。今日は明るいチャンネルっていうか、いいチャンネルっていうか、なんていうの、そっちの方向に持っていこうかなとも思ったんだけど全然そういうチャンネルになんないじゃん。やっぱり危ないよっていう話になっちゃうじゃん。またガラパンちょっと、間違えた。ガラパン映しとこうかな。なんかちょっと今日はショックです。この動画が声が出てなかったっていうこと。もうちょっとちゃんと作んなさいよって感じだよね。普通の動画の時はその設定で7とかの設定で音が出てくるんだけど、全然出てなかったね。ちょっとそれショックで、なんか話が出てこないもっとこのしもさんの話とみっちゃんの話、みっちゃんのしてくれた話としもさんがしてくれた話でもうちょっといい方向にいい方向の話ができると思ってたのに、ちょっとショックだな。しかもアクアリゾートっていういい場面。もうとにかく目の保養にはなりましたよ今日。プールも綺麗だしね。すごい綺麗だったプールが。この間グランビリオじゃない、どこだっけ、クラウンプラザホテルに行った時に、そういえばプールが目に入らなかったんだけど、前あそこ正面入ってすぐのとこにプールが左側と右側にパッと見えたはずだったと私の中では記憶があるんだけど、なかったんだよね。どこにあんだろうプール。左側の方にバンドがやってるような感じは雰囲気はあったんだけど、プールが見えなかったな。プールがないわけないと思うんだけど、あれだけ豪華なホテルで。アクアはね、目の前に入ってパーンと
昔から変わらない状態であるんだけど、なんかダメだ、ショックすぎて動画がなかったのが、動画の音声が出てないのがとてもショックです。こんなに綺麗なのにな。6割堂とめちゃくちゃ綺麗だったのに話が膨らまないです。今日は配信やめようかな。明日もう一度やり直そうかな。もう10時半、まだ10時半、日本は10時半と言ったら10時半か。なんかほんとショックすぎて声が出てないよね。もう一回見直して、やめるなんて、なんか話がね飛んじゃったんですよ、音が出てないことで。バーベキューはバーベキューはアクアリゾートが一番。あ、そうなの？バーベキューアクアリゾートが一番なんだ。バーベキューはお客さんの付き合いで食べに行ったりしたことはあるけど、マリアナバーベキューとマリアナってどうなっちゃったの？そうだ、今日ねマリアナの方見に行ってみようかなと思ったんだけど、一瞬思ったの、こっちまでずっと北まで行ったから。でもなんかラフェッサを見た時にゾーッとしちゃって、向こう行くのなんか嫌になっちゃって行かなかったんですけど、マリアナのバーベキューも美味しかったかな。でアクアのバーベキューは昔食べたことあるけど、すごい昔すぎて、お友達の結婚式がアクアリゾートのプールサイドで、その結婚式に行った時にバーベキュー食べたかな。だからレストランとしてのバーベキューではあるんだろうけど、その印象しかないな。あとはハファダイの時のバーベキュー、グランビリオになってからは食べたことないな。あとクラウンプラザは、前の時のバーベキューは食べたことある。DIC も食べてるな。バーベキューは結構食べてはいるけど、結局バーベキューってやるとなると自分家でやっちゃうから、家でやることの多いかな。家のテラスで昔ね、今は全くやんないけど、私はテラスでやることのが多かったですね。自分家のテラスでどっか食べに行くなら家のテラスでバーベキューやった方が早いから。今は昔のように綺麗なテラスじゃないから、そこを掃除してからやらなきゃならないから、そんな手間はかけられないんだけど、食べに行った方が早いってことになるんだけどね。フロントガラス潮吹いてるの懐かしい。私の潮吹いてるんじゃなくて、フィルムがね寄っちゃってる感じなのかなって思うんだけど、違うかな。一応ね拭いてみたんだけどダメだったから、もう諦めたのね。でここにこう携帯を置くやつをトンって
置くから、運転してる時撮れないから。フィエスタ、ラフィエスタだよね。ラがのどっか行っちゃったのかなこれ。ラが消えちゃってるのね。プルメリアも短っ。もうちょっとね、この動画もうほんと声が出てないことでとにかくショックで、話そうと思ってたことが全て真っ白になっちゃってて、今頭の中がいろいろ話していきたいなと思ったのにな。関税のこともそうだけど、今日は一番ちもさんとみっちゃんの話とみっちゃんの動画を見せたりしたかったんだよね。ちょっとショックが大きすぎて、話をするネタが全部飛んで真っ白になっちゃった、頭の中。ダメだなこれ。ちょっと明日に備えて、明日もう一回なんか撮ってこようかな。前に撮ったやつ、前にこうガラパンとかでちょっといろんな空いてるところを撮ったお店の動画はモザイクだらけになっちゃったから、それと今その不法滞在者の FBI とかがうるさいらしいから、あんまりそれ流さない方がいいんじゃないかって言われて、それもお蔵入りになりそう。30分はいかないか、20分ぐらいの動画だったんだけど、ね、もしその人が不法滞在とか不法で働いてたりしたらよろしくないから、あんまりYouTube 出さない方がいいかなと思って。ちょっとお蔵入りになりそうなんで、こんなことがあったねっていう状態の時期が来たら出せるかなって感じになっちゃって、新聞にあんな記事が載ってなければ全然出したんだけど、ちょうど読んじゃったから、そのFBI やイミグレーションが検査をしてますなんていう記事を読んじゃったから。でも検査をしてますって言ってもしてないんだと思うけどね。この狭い島でね、何日も外に出なかった人がポッと出てちょっと動画を撮っただけですぐ撮れるような状態にいるような人、すぐ捕まっちゃうでしょ普通。だから捕まえる気がないから、ちょっとビビらせる状態で新聞にリークしてるんだと思うんだけど、こんな狭い島で捕まんないわけがないんだからさ。何でも泥棒でも何でも強盗でも捕まらないわけないのに捕まえないんだよね。日本で4丁目町会とか何丁目町会の中で何かあったらすぐ捕まるし、噂にすぐなるし、今時の東京の中だったらまあ隣の人も分かんないっていうのもありえるけどね。ちょっと一歩郊外に出れば近所の噂なんかすごいあるわけだから、その中で捕まんない。またそっちの方向行っちゃった。捕まらない捕まるの話になっちゃったな。ダメだな。いい話になんないね。でもね、サイパンでもどこでも、グアムでもハワイでももうどこでもだよね。
たとえ新宿だとしても裏道は歩かないとか、一歩裏の道は歩かないようにするとか、一人とかね、女の子同士だったらね、そういうことは絶対気をつけた方がいいし、表面で優しい人、一歩後ろを振り向いたら違う人かもしれないということを思っといた方がいいかということだから、ポリスだって言ったってポリスじゃないかもしれないし、ポリスだって言ったってね、いろんな日本と違うんだよね。まあ日本だってポリスがね、なんか悪いことしたりして捕まったりすることはたくさんあることだから、それ以上に気をつけなきゃいけないかな。そういうのを何回も見てるから、そういうのは気をつけてほしいと思います。ちょっとまた明日か明日できれば明日やりたいと思いますし、綺麗な海の中のね映像が本当綺麗だったから、それをやりたかったのにな。もう声がこれ出てないのにもうショックで立ち直れません。今日は配信終了とします。来ていただいてありがとうございます。ちょっとこれにめげずにまだまだ頑張りたいと思いますんで、皆さん、のばるさん、今日もありがとうございます。コメントしてくれないいてくれてる人もありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録といいねお願いします。いいね頼めないよね、これね、音出てないんだもんね。最悪、申し訳ない。もうちょっと勉強します。 YouTube もうちょっとね普通に聞けるようにもうショックだ、すいません。でもさんに申し訳ない、本当お話ししていただいたのに映像だけになっちゃう。元のファイルがあるかな、削除しちゃったかもしれないんだよな。また明日なんか取りに行く元気があったら取りに行くし、今日撮ったやつもまだいくつかあるんだけど、この辺も編集していけたらいいなって思います。でもちょっとショックだな今日は。ダサすぎて泣いてないです。本当申し訳なくて、なんでこれ音小さすぎたな。今さっき携帯で聞いて目いっぱいの音量にしても音が出てない状態だったから、情けないです。せっかくお話してくれたひもさんとみっちゃんにも申し訳ないし、もちろん見に来てくれてる人たちにも申し訳ないです。明日やり直し、元気があればもう一回もうちょっと攻めてあそこラフェスタを取れたら入ってってる車がいたんで、あそこが入れるのかぐらいはちょっとやっぱりチェックしてきた方が良かったんだなと思って反省中です。あそこ入っていってたから。でもラフェスタの後ろ側にあんなラフェスタのところから入っていってどっか住宅地があるのかな。あるの？いやー、ちょっとそれ
それもね確認すればよかったなって後悔です。おやすみなさい。ありがとう。深夜さんおやすみなさい。ありがとうございます。ちょっとグダグダ、本当またさらに今日はグダグダで申し訳ありません。またよかったら明日やると思います。頑張ります。くじけないで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。おやすみなさい。ありがとうございました。